1940年代、南米アルゼンチンは急速な都市化と労働者階級の台頭という社会的激動の最中にあった。そのただ中に現れたのが貧困出身の元女優でありながら、一国のスピリチュアルな指導者として国家を動かす存在となったエヴァ・ペロンである。エビータの愛称で親しまれた彼女は、ファーストレディの域を超え、社会福祉、労働政策、女性参政権などを通じてペロン主義体制の形成に決定的役割を果たした。だが、その歩みは決して単純な英雄譚ではない。カリスマ的支援者として崇拝される一方で、権威主義とプロパガンダの象徴として批判されてもいる。果たして、彼女は南米政治の革新者だったのか、それともポピュリズムの道具だったのか。その実像を探るためには、彼女が関わった数々の歴史的転換点を精緻にたどる必要がある。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、ブエノスアイレスへの移住と芸能界での活動。1935年、エヴァ・ドゥアルテは15歳の時、母と兄弟たちと共に生まれ故郷赴任を離れ、首都ブエノスアイレスへと移住した。ここは田園地帯から来た一少女にとって栄光と過酷さが隣り合う世界だった。女優を志した彼女は劇場やラジオ局を奔走し、やがて小劇場の舞台や映画に早くで出演するようになる。数年後にはラジオドラマで声優として頭角を現し、1940年代初頭にはラジオの声として広く知られる存在となっていた。この時代のアルゼンチンは急速な都市化とラジオ、映画といった大衆文化の隆盛によって新たな階層間の流動性が生まれていた。地方出身者が首都に集まり、芸能や労働運動を通じて階級的上昇を目指す動きが顕著だった。制度的にはまだ貴族や旧エリートが主導権を握っていたが、大衆メディアを通じたスターシステムが台頭しつつあった。エヴァもその波に乗り、民衆に語りかける手段としてラジオを武器にしたのである。周辺諸国でも似たような都市化の潮流が進行していた。例えばブラジルのリオやサンパウロでは、同時期にバルガス政権下の労働者階級の動員が進んでおり、大衆文化を通じた政権の正当化が模索されていた。エヴァのメディアでの活躍は、国境を越えて新しい女性像としての象徴性を帯び始める。ただし、この段階ではまだ政治的活動には関与しておらず、芸能という表舞台での存在にとどまっていた。当時の民衆にとって、エヴァのような成功例は稀でありながらも希望の象徴となっていた。とりわけ女性たちには、上流階級に属さずとも影響力を持ち得るというメッセージを与える存在だった。一方で、旧エリートや保守層の間では、女優という職業に対する蔑視も根強く、エヴァ自身もさまざまな中傷や差別にさらされた。芸能界における女性の立場が未だ不安定であり、性的搾取の温床とされることもあったからである。慣習的には、アルゼンチンの上層社会において、芸能人と政治家が交わることは品位を損なうとされていた。だが、社会構造の流動性が高まる中で、こうした慣習も揺らぎつつあった。エヴァの後の政治的飛躍は、この文化的背景の中でのみ理解可能である。ラジオ女優としての人気は、やがて労働者層や女性層への影響力へと転化し、政治の場でも無視できない存在となっていく。関係者の証言によれば、当時から彼女は強い自己演出力と語りかける声を持つ人物として注目されていた。ラジオ局の同僚たちは、彼女の勤勉さと自己プロデュース能力を高く評価しており、単なる成り上がりではない戦略的な野心を見ていたという。一方、保守派の政治家や知識人は、彼女の台頭を戦場的かつ戦爆として否定的に捉えていた。近年の研究では、エヴァのこの初期キャリアを大衆文化における政治的前哨戦と捉える傾向が強まっている。特にジェンダー史の視点からは、彼女が女性として公的な場に進出し得たことが、後の女性参政権運動に与えた象徴的影響に注目が集まっている。従来のようにペロンの妻としての役割だけで評価されるのではなく、1930から40年代の都市文化の中で形成された一個の主体として、より立体的に見直されつつある。第2章、フアン・ペロンとの出会いと政界進出。
1944年1月、エヴァ・ペロンの人生を大きく変える転機が訪れる。サンフアン地震の被災者救援イベントで、彼女は当時、労働省と社会福祉省を統括していた陸軍将校フ・ドミンゴ・ペロンと出会った。この出会いは単なる私的関係の始まりではなく、後のアルゼンチン政治を大きく動かす結節点となる。数ヶ月後には2人は同居を始め、1945年10月の10月17日運動では、ペロンが軍部に拘束される中、エヴァはその解放を求める大衆運動を陰から支えた。この時期のアルゼンチンは、第二次世界大戦の影響を受けつつ、国内では軍部による政権掌握と急進的な社会改革が進行していた。政治的背景としては、労働者層を基盤とした新たな政治運動が必要とされており、ペロンはそれに応える形で労働者の擁護者として台頭していた。エヴァはその理念に深く共鳴し、メディアにおける影響力を駆使して彼の思想を庶民層に浸透させていく。外交的には、アルゼンチンは戦後の国際秩序にどう関与するかをめぐって揺れていた。アメリカ合衆国やイギリスなど連合国側は、ファシズム的傾向を持つペロン政権に警戒感を強めていたが、国内の民衆は反米感情を背景に独立的な道を支持する傾向を見せていた。エヴァの存在は、そうした民意を政治的象徴として可視化する役割を果たしたのである。当時の都市部の労働者や農村の貧困層にとって、エヴァは自分たちの声を体現する存在だった。特に彼女の演説は、同じ経験を持つ者としての信憑性を帯び、政治家や上層エリートにはない感情的な共鳴を引き起こした。彼女の言葉は民衆の心を代弁する声として、急速にカリスマ性を帯びていく。法体系から照らせば、当時のアルゼンチンにおけるファーストレディの役割は明確に規定されていなかった。だがエヴァは制度的な制約の外側に立ち、ラジオや新聞を通じて自らを政治的主体として表現することで、非公式な公人として影響力を拡大していった。やがて彼女は女性参政権の法制化や社会福祉制度の構築にも積極的に関与するようになる。関係者の相互評価においても、エヴァの存在は決して一枚岩ではなかった。軍部の一部は彼女の急速な影響力拡大を懸念し、政治への過度な関与として警戒していた。一方、労働組合の幹部たちは彼女を労働者の味方として迎え入れ、政治運動の顔として位置づけた。国外では、アメリカ大使館の報告書にペロンの背後に影響力を持つ人物として記されるなど、国際社会もその存在を注視していた。近年の研究では、エヴァの政界進出を女性の公的領域への介入という観点から再評価する声が高まっている。特にジェンダー研究では、彼女が単なる大統領夫人ではなく、制度の空白をついて政治空間を拡張した例として注目されている。従来のペロン中心史観から離れ、エヴァ自身の政治主体性に焦点を当てた研究が進んでいることは、歴史解釈の大きな転換点でもある。第3章、女性参政権の獲得とエビータ財団の設立。1947年9月23日、アルゼンチンにおいて女性参政権が法制化された。この歴史的瞬間を推進した最重要人物の一人こそ、エヴァ・ペロンである。彼女はファーストレディとしてではなく、自らの信念と政治的影響力をもって、法改正の実現に深く関与した。しかもこの年、彼女はさらに社会福祉の要としてエビータ財団を設立し、貧困層や女性子どもたちへの支援体制を構築していく。これにより彼女の政治的影響力は頂点に達し、民衆の母としてのイメージが国内外に広がることとなった。この改革が起きた背景には、アルゼンチン社会における女性の地位変化がある。1940年代後半、都市化と工業化の進展により、女性の労働参加が急増していた。労働者階級の女性たちは政治的代表を求めており、制度的にもこれに応える法整備が不可避となっていた。加えて、ペロン政権にとっては、女性の支持を取り込むことが政権基盤の強化に直結するという現実的な利害もあった。こうした政治と社会の需要が合流した時点に、エヴァの存在があった。周辺諸国との比較でも、アルゼンチンはラテンアメリカ諸国の中では女性参政権の導入が比較的遅れていた。
例えばウルグアイでは1932年に女性参政権が認められており、国際的には一定の遅れが指摘されていた。ただしエヴァが推し進めた形は単なる法改正にとどまらず、国家福祉と女性の役割を結びつける独自のビジョンを提示した点で、他国とは異なる方向性を示した。民衆の感覚としてもエヴァの活動は熱狂的に支持された。特に地方の女性たちは彼女の演説やラジオ放送に強く共感し、自ら政治に関与することへの希望を見出していた。一方、都市中産階級や保守的知識人層の間では、女性を政治に動員することへの抵抗感も根強く、エヴァの急進的手法に警戒する声もあった。だが彼女はこうした批判を意に介さず、むしろそれを糧としてさらなる改革を推し進めていった。制度的にはエビータ財団は政府機関とは別組織でありながら、国家予算に近い規模の資金を持ち、独自に社会福祉活動を行った。病院の建設、児童養護施設の整備、奨学金の給付など、その活動は多岐にわたる。法体系上、こうした準国家的機関が形成されること自体が異例であり、国家として影響力の融合という得意な構造がそこにはあった。ペロン政権の統治スタイルにおいて、制度外のカリスマが公式制度と並列して機能する例として注目されるゆえんである。関係者たちの間では、エヴァの役割についての評価は分かれていた。労働組合や女性団体からは絶大な支持を受けていた一方で、軍部や既存官僚層からは財団の肥大化や行政手続きの軽視が問題視されていた。またカトリック教会との関係も複雑で、彼女の福祉政策は一部では称賛されたが、教会主導の給品活動との競合関係にあるとして警戒されてもいた。近年の資料解釈では、エビータ財団をカリスマによる制度の再構築として位置づける見方が出てきている。単なる慈善事業ではなく、国家福祉制度の一環として戦略的に設計されたという点が強調されている。また女性参政権の獲得も、近代的市民社会への移行を加速させたエポックとして再評価されており、エヴァは南米政治におけるジェンダーと国家の交差点を象徴する存在となっている。第4章、副大統領就任運動とその挫折。1951年、エヴァ・ペロンはついに政治の中枢に名を連ねるべく、公式に副大統領就任を目指す動きを見せた。この試みは、単なるファーストレディの野心ではなく、ペロン体制の将来構造を左右する重大な政治的賭けであった。7月22日、ブエノスアイレスの大通りに200万人ともされる支持者が集い、副大統領エビータを求める声が響き渡った。だが8月31日、彼女は突如として出馬を辞退する。表向きは健康上の理由とされたが、その背景には、軍部や上層階級、さらには与党内部に渦巻く緊張と駆け引きがあった。この出来事が起こった背景には、ペロン体制の権力構造の変化があった。再選を目指すフアン・ペロンにとって、副大統領候補の選定は体制の安定を左右する戦略的要素だった。一方で、エヴァが実権を握ることに対しては、軍部や保守層からの強い警戒があり、制度的に女性であり、しかも大統領夫人が副大統領を兼任するという構造は、前例のない挑戦でもあった。国外の反応も複雑で、アメリカやイギリスの外交官はこの動きをカリスマ政治の極端な形として注視していた。冷戦構造が本格化しつつある中で、西側諸国はアルゼンチンの政情を不安定要因とみなしており、エヴァの副大統領就任は非合理な個人崇拝と結びつけて懸念された。民衆の反応は熱狂的だった。特に労働者層や女性たちの間では、彼女が国家の最高権力に接近することは自分たちの声が国家に届くことを意味していた。街頭にはエビータに任せよといったスローガンがあふれ、演説の場では涙を流す支持者も少なくなかった。だが一方で、都市中産層や軍の保守派の中には、ポピュリズムが制度を壊すとして強い反発もあった。王権構造に基づけば、副大統領職はあくまで政権補佐に過ぎず、象徴的な役職ではない。しかしエヴァの出馬が意味したのは、実質的な二党体制への移行、さらには将来的な大統領就任の布石としても捉えられていた。そのため、制度的緊張が一気に表面化し、
政権内部でも亀裂が生じることとなった。政府内での見方は割れていた。ペロン本人はエヴァの政治力を高く評価していたが、同時に軍部との衝突を避ける必要もあり、彼女の事態はある種の妥協だったとされる。労働省やエビータ財団に近い官僚たちは、彼女の政治登用を国家機能の再構築として支持していたが、旧来の政治家層や軍司令部は政権の私物化とみなしていた。近年の歴史学では、この副大統領自体を制度とカリスマの矛盾が露呈した瞬間として分析する視点が主流となっている。エヴァの出馬は、ジェンダー、階級、制度という三重の権力軸において、既存秩序を揺るがす構造的挑戦だったとされる。また彼女の健康状態、すなわち子宮がんの進行という生物学的限界が政治的決断に強く影響した点も、身体と政治の関係性という視座から注目されている。第5章、病と死、そして国葬による神格化。1952年7月26日、エヴァ・ペロンはわずか33歳でこの世を去った。死因は子宮がん。彼女の病状は長く公表されず、公式発表があった時にはすでに手遅れであった。だが死の前後に展開された一連の儀式的演出、壮麗な国葬、そしてその後の聖女化は単なる死者への哀悼ではなかった。国家的スケールで演出されたエヴァの死はペロン体制にとっての政治的装置であり、民衆の信仰と国家の権威が融合する瞬間でもあった。この時期、アルゼンチンは経済危機と政治的不満が広がる中にあった。ペロン政権は1949年以降、財政赤字とインフレに直面しており、統治への信頼が揺らぎ始めていた。こうした中、エヴァの死は政権に対する不満を一時的に封じ込め、殉教者のイメージによって体制への忠誠を再喚起する契機として用いられた。諸外国にとってもこの死は衝撃的だった。とりわけローマ法王朝は、福祉活動を行った政治家の死に対して異例の弔意を表明し、ラテンアメリカ諸国からは国家元首級の弔問団が次々と派遣された。一方、アメリカ合衆国やイギリスの外交報告書では、死によって神話化された政治的女性の扱いに警戒が示されており、冷戦下における感情による動員の危険性を指摘していた。民衆の反応は圧倒的だった。エヴァの遺体が安置された大統領官邸前には、数十万人の人々が列をなし、日夜を問わず祈りと献花が続いた。彼女の名前を叫び、泣き崩れる人々の姿は、新聞やラジオを通じて全土に伝えられ、エビータは永遠に我らと共にというスローガンが広がった。国民の中では、すでに彼女が政治家ではなく信仰対象へと昇華していた。法体系から見れば、エヴァの死に際して施された儀式は前例のないものだった。彼女には国民の霊的指導者という称号が国会決議によって与えられ、遺体は防腐処理の上、永久保存される計画が立てられた。これは王侯貴族や宗教的指導者にのみ許された形式であり、法制度の外側に生ける象徴として彼女が位置づけられたことを意味する。制度と神話の境界がここで明確に交錯した。同時代の証言には、彼女の死後もなお生きているかのようだったという表現が頻出する。国葬を担当した軍人たちは、まるで国家の女神を扱うかのようにその遺体を移送し、彫刻家たちは永遠の眠りを具現化すべく、彫像や肖像画の制作に取り掛かった。政府内でも彼女を体制の魂と評する声があり、ペロン大統領自身もエビータの精神は我々の運動の中に生き続けると語った。歴史学では再評価の視点が広がっている。近年の研究では、エヴァの死を通じた神格化が単なる偶像化ではなく、ペロン主義の精神的正当性を制度外で補完する試みだったと分析されている。加えて、彼女の死後に遺体の行方が政治的対立の焦点となり、最終的にイタリアの墓地に密かに埋葬された事実は、死者をめぐる権力闘争の象徴としても解釈されている。第6章、死後の政治的影響と遺体の行方、そして亡命政権との関係。エヴァ・ペロンの死後、彼女の肉体は終わりを迎えることなく、新たな政治的物語の中で生き続けた。1955年、クーデターによってフアン・ペロン政権が崩壊し、軍部政権が成立すると、
彼女の防腐処理された遺体は政権の偶像化装置として扱われることを恐れた新政権により密かに行方不明とされる。だがその消失と所在をめぐる謎はエヴァの記憶をかえって神秘化させ、民衆の間で見えない聖女としての伝説を強めていった。この出来事の背景には1955年のリベルタドール革命と呼ばれる軍部主導の反ペロン政変がある。新政権はペロン主義そのものを非合法化し、象徴的存在だったエヴァの記憶と影響を徹底的に排除しようとした。制度的にはペロン主義を禁止する法律、デスペロニスモ法が施行され、関連団体の解体や資料の焚書が行われた。その一環として国家からの象徴的空間の浄化が図られたのである。国際的にはこの一連の過程は西側諸国、とりわけアメリカ合衆国からは歓迎された。ペロン政権が第三の道、第三世界主義を標榜し、冷戦構造の中で中立独自路線をとっていたため、反ペロン政権は自由主義陣営における正常化として評価された。だが民衆の感情と国際政治との間には深い断絶が生じていた。当時の都市民の一部やインテリ層の間ではペロン体制の終焉を民主主義の回復として歓迎する声も多かった。一方、農村や都市貧困層、労働者の間ではエヴァとペロンの追放を自分たちの代弁者の抹殺と受け止める反発も強く、各地で地下活動や記憶の継承が行われた。彼女の名前を口にすること自体がタブー化する中、それでもエビータは生きているという言説が消えることはなかった。制度面では1957年の新憲法制定により福祉政策の一部が削減され、エビータ財団のインフラも破壊された。にもかかわらず彼女の社会福祉政策が地方の助け合い制度やカトリック系の慈善活動の中で継続されるなど、非制度的な形で影響は残り続けた。これは制度外のカリスマが制度に与える負の残像として歴史学的にも興味深い現象である。関係者の証言によれば、エヴァの遺体はブエノスアイレス郊外の軍施設に一時保管された後、1957年に密かにイタリアへと移送され、ミラノ郊外の無名墓地に匿名で埋葬された。これを主導した軍部高官の間では、エビータの物理的存在がペロン主義を再起させる危険性を強く認識していたという。逆にヨーロッパに亡命していたフアン・ペロンは彼女の遺体の所在を通じて記憶の政治を操ろうとし、国際世論に訴えかける材料として活用していた。近年の研究ではこの遺体をめぐる政治的ドラマをネクロポリティクス、死者の政治と呼ぶ概念で分析する試みが進んでいる。これは死者の遺体をめぐる支配と記憶の管理が聖者の政治と制度の境界を揺るがすことを意味する。特にエヴァ・ペロンの事例は死後の身体がなお国家と社会を動かし続ける特異なケースとして政治理論や文化人類学の分野でも注目されている。第7章、現代におけるエヴァ・ペロンの再評価と歴史的遺産。1971年、軍政下のアルゼンチン政府はエヴァ・ペロンの遺体を密かにフアン・ペロンへ返還した。以降、彼女の遺骸はスペインのペロン邸宅に安置され、1973年にペロンが政権に復帰するとともに帰国。翌年、ペロンの死を受けて副大統領から昇格したイサベル・ペロンは、エヴァの遺体を国家の象徴として正式にブエノスアイレスに迎え入れる。以降、エヴァの実像と神話は二重のレンズで語られ続け、アルゼンチン社会のアイデンティティと政治文化の中で複雑な位置を占めてきた。この帰還劇が起きた背景には、1970年代のアルゼンチン政治が極端な二極化と暴力的対立の中にあったことがある。左翼ゲリラと極右民兵が衝突を繰り返す中、エヴァの記憶は両者にとって異なる意味を持っていた。左派は彼女を労働者と貧者の代弁者として商用し、右派は国家秩序と家族道徳の象徴として再利用した。制度的にはイサベル・ペロン政権下でエヴァの記憶が再び国家儀礼の中に組み込まれたが、その試みは過去の神話を再生するというより、むしろ国家の分裂を象徴するものとなっていった。国際的にもこの再評価は続いた。1980年代以降、民主化が進むとともに、エヴァの生涯は再び世界的な注目を集め始める。特に1996年、
アンドリュー・ロイド・ウェバーのミュージカルエビータが映画化され、マドンナが彼女を演じたことで欧米の大衆文化の中でもその名が定着した。この描写は彼女の人生をドラマチックに簡略化したものであり、アルゼンチン国内では賛否が分かれたが、同時に歴史の中のエビータと神話としてのエビータが明確に分岐する契機ともなった。現代アルゼンチンの市民感覚の中では、エヴァは単なる歴史上の人物ではない。とりわけ貧困層や女性の社会活動家たちにとって彼女は今も変革の象徴であり続けている。教育制度にもその名は刻まれ、小中学校の教科書には社会福祉、女性参政権、労働者支援という視点から彼女の功績が語られるようになった。他方、彼女の活動がペロン主義のポピュリズムと結びつき、制度の私物化や政治的依存構造の温床となったという批判も根強い。法体系においてもエヴァの名を冠する法や記念日が制定されている。例えば2011年には彼女の生誕日が女性の権利の日として制定され、国家的記憶としての彼女の役割が明文化された。これは制度化された記憶として国家と市民のアイデンティティ形成に組み込まれたことを意味する。だがこの記憶は固定化されるものではなく、むしろ政治の動向とともに再解釈され続ける流動的な装置である。貴族層の間では彼女に対する評価は今も割れている。社会改革の担い手として肯定的に見る向きもある一方、過去の政治的動員と階級闘争を想起させる存在として警戒する声も根強い。一方、学術界では近年ジェンダー政治、ポピュリズム研究、感情史といった新たな学問的枠組みの中でエヴァの分析が進められており、特に彼女の言葉と身体性が持つ象徴性が注目されている。今回の動画は以上となります。エヴァ・ペロンの生涯は単なる貧困からの成り上がりや慈善活動の物語ではない。彼女は制度の外から制度を変革し、政治の中で感情と象徴を武器に国家そのものの意味を揺るがした存在であった。エヴァを通じて私たちが見るのは、民衆の声がいかに制度に影響を与え、記憶がどのようにして政治的道具になり得るかという歴史と権力の深い構造である。そして問いは残る。なぜ彼女の記憶は国家が変わってもなお再生され続けるのか。感情によって結びつけられた政治の力は制度的秩序の代替たり得るのか、それとも破壊の方がなのか。現代におけるカリスマ政治の問いをエヴァ・ペロンの人生は私たちに静かに突きつけている。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。